50歳の私は何を諦めたのか。今日はそんなお話をしたいと思います。諦めるという言葉を聞くと少し寂しいイメージがありますよね。私も昔はそう思っていました。諦めるって負けることなんじゃないか、逃げることなんじゃないか、そんな風に思っていたんです。でも50歳になった今、思うことがあります。私はたくさんのことを諦めました。でもそのおかげで心が軽くなりました。だから今日は私が何を諦めて、何を大切にするようになったのか、そんなお話をしていきたいと思います。若い頃の私は足りないものばかり探していました。もっと痩せたい、綺麗になりたい、もっとお金や時間があったら、そんなことばかり考えていました。でも不思議ですよね。一つ叶ってもまた次の足りないものを探してしまうんです。いつまで経っても満たされない、そんな毎日でした。年を重ねて思うこと、50歳になって思うのは、私たちは必ず年を重ねるということです。これは誰にも止められません。筋力も変わります。体力も回復力も変わります。ホルモンバランスも変わります。閉経や更年期も多くの女性が経験します。若い頃はそんな未来が怖かった。女性じゃなくなってしまうような、そんな気持ちになっていました。でも今は違います。年を重ねることと自分を諦めることは全く別の話なんだと思っています。一つ目に諦めたこと、私が最初に諦めたのは、若い頃の自分に勝つことです。20代の体、30代の肌、出産前のお腹、それを取り戻そうとすることをやめました。私のお腹には妊娠線があります。息子を妊娠した時、72キロまで体重が増えました。娘の出産の時の帝王切開の傷もあります。今でも気にならないと言ったら嘘になります。でもそれを消したいと思って生きるより、これも私の人生なんだと受け止めるようになりました。この体があったから子供を授かることができた。この体があったから今がある。そう思えるようになった時、少し心が軽くなりました。でも今振り返ると、私は諦めたんじゃありませんでした。受け止めて認めたんです。若い頃には戻れない。妊娠線も消えない。帝王切開の傷も消えない。それが現実。でもその現実を受け止めたからこそ、今の自分を大切にできるようになりました。諦めることと受け止めることは全然違います。受け止めることは前に進むためのスタートなんです。二つ目に諦めたのは、人と比べることです。SNS を開けば綺麗な人もいます。若くてすごい実績のある人もいます。比べようと思えば終わりがありません。だから私は比べる相手を変えました。昨日の私、去年の私、43歳で運動を始めた頃の私、その頃の私から見たら今の私は十分頑張っています。だから他人との競争をやめました。昨日より少し前に進めたらそれでいい。そう思えるようになりました。
3つ目に諦めたこと、完璧を目指すことです。昔は失敗するのが怖かったんです。恥をかくのも嫌でした。だから始める前から考えすぎてしまうこともありました。YouTube も最初からうまくいったわけじゃありません。撮影も編集も全部独学で手探りでした。一つ目のチャンネルから今のミコログになるまで5年9ヶ月かかった。それでも続けてきた。もし完璧になる日を待っていたら、このチャンネルもありませんでした。だから私は完璧を目指すことをやめました。完璧じゃなくても今日できることを積み重ねる。その方がずっと前に進めることを知りました。4つ目に諦めたのは、全員に理解してもらうことです。これは SNS を始めて一番学んだことかもしれません。応援してくださる方もいれば、批判する方もいます。なんて言えば伝わるんだろう。どうしたら理解してもらえるのだろう。そんなことも考えましたが、全員に私の思いが伝わることは叶いません。誰か一人でもこの動画を見て少し前向きになれた。そう思っていただけたらそれだけで十分なんだと。5つ目に諦めたのは、過去をやり直すことです。もっと早く運動を始めていたら、もっと勉強していたら、そんなことを考えた時期もありました。でも過去は変えられません。変えられるのは今日だけです。だから私は過去を後悔する時間より、今日できることを一つやる、そう決めました。私は最近こんなことを思うようになりました。昔できたことを追いかけるより、今できることを見つける方が人生は楽しくなるんじゃないかなって。20代には20代の良さ、30代には30代の良さがある。そして50代には50代だからこその良さがあります。経験を重ねた。その経験が誰かの役に立つこともある。焦らずに物事を見られるようにもなった。若い頃には見えなかった景色が今は見えるようになりました。だから私は失ったものより今あるものを大切にしたいと思っています。私は仕事を通じてたくさんの方と出会ってきました。70代でも80代でも本当に生き生きしている方がいます。その方たちを見ていると共通していることがあります。体を動かしていること、よく笑うこと、新しいことを楽しんでいること、誰かと話すこと、そしてもう年だから、そういう言葉をあまり口にしないことです。年齢は同じでも生き方でこんなにも違うんだと感じます。私もそんな風に年を重ねたいと思っています。そしてもう一つ、女性らしさについてです。閉経したら女性じゃなくなる。恋愛をしなくなったら女性じゃなくなる。私はそうは思いません。女性らしさは性的な魅力だけではないと思っています。もちろんそれを大切にする方もいると思います。それも素敵なことです。でも私はこれからは少し違うものを育てていきたい。姿勢、思いやり、笑顔、言葉遣い、清潔感。そして人としての品格です。若作りをしたいわけではありません。
でも年齢を理由に自分を雑に扱いたくはありません。今の自分を大切にすること、それが私にとっての女性らしさです。そして最近一番思うことがあります。悩んでる時間も迷ってる時間も、私たちは年を重ねています。時間だけは誰にも止められません。だから私は考えるだけで終わるより、今日できることを一つやる。5分でもいい、スクワットだけでもいい。その積み重ねが未来を作ると思っています。未来はある日突然変わるものではありません。今日の積み重ねが未来になります。ここまで聞くと、私はたくさんのことを諦めてきたように聞こえるかもしれません。でも一つだけ絶対に諦めなかったものがあります。それは自分自身です。43歳で運動を始めました。決して早いスタートではありませんでした。おばさんが今更、そんな言葉を言われたこともあります。それでも続けました。昨日より少しだけ前へ、未来の自分のために、その積み重ねを続けました。だから今、こうして皆さんにお話しすることができています。体も考え方も変わりました。それに反映するように人生も変わりました。だから私は何歳からでも遅くないと心から思っています。私はたくさんのことを手放しました。若さへの執着、他人との比較、完璧でいようとすること、人の評価、過去への後悔。でもそれらを手放したからこそ、今の自分を好きになり、未来の自分を信じられるようになりました。年齢は止められません。でもどう年を重ねるかは自分で選ぶことができます。何歳からでも始めた時から少しずつ心も体も変わります。そして人生も変わっていきます。この動画が誰かの一歩につながると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。みこでした。